難攻不落。どうも、ババギリフダでございます。今回はほとんどのプレイヤーがクリアまで行き着くことができなかった PS4 ゲームソフト4選を紹介。驚異の 10%。それではいきます。1、シューゲー。オフィリア、歌を。人気シリーズにもかかわらず、クリア率が非常に低いと言われている PS4 ゲームといえば、これだ。青き革命のバルキュリア。これが狙いか。人間。その力を使うなと言っている。今作は割とメジャーなシリーズ、バルキュリアプロジェクトの新たな門出として発売されたのだが、しかし、それとは裏腹に、このゲームのクリア率はなんと、を叩き出す結果に終わってしまった。どうしてこんなクリア率になったのかは正直定かではなかったが、しかし一部のプレイヤーにとって今作の語り部視点で始まるストーリーは非常に眠気を誘うどぎついものとなっていたようだ。また今作はそういった部分以外にも主人公たちが最後どうなったかをゲーム序盤から語り部が平気で語るため、そういった点でもクリアしたいと思えるゲームにはならなかったようだ。個人的には主人公を含むほとんどのキャラクターに魅力がなかったという点もゲームを進める上でなかなかに苦痛ではあったが、ただゲーム性に関してはそれなりに楽しめたため、なんとかこのゲームをクリアすることはできた。JRPG にとってストーリーは要。このゲームはそれを教えてくれたのかもしれない。ドラゴンと共にのんびりお料理をするゲーム、リトルドラゴンズカフェ。今作はそのほんわかとした雰囲気とは打って変わって、かなりシビアなクリア率を叩き出した。本来こういった牧場物語のような、ほのぼの系のゲームは割と隅々までやり込む人が多いとは思うのだが、しかしこのゲームをクリアしたプレイヤーの数はなんとという結果に終わってしまった。どうしてこういった結果に終わったのか、それはやはり序盤のつまらなさが原因ではないだろうか。そう、実はこのゲーム、ストーリー序盤はやることも少なく、しかも進展が遅い上、さらに今作は登場人物たちが常に喧嘩をしているという非常にゲームを進めたくない作りとなっていたのだった。一応今作は終盤付近までゲームを進めると一緒に冒険をしてくれたドラゴンの成長を見ることができ、それなりに面白くなるゲームではあったが、しかしほとんどのプレイヤーはその前にこのゲームを手放したようだった。ちなみに今作は11章あるうちの4章の時点でクリア率が 30% という他ゲームの平均的なクリア率を序盤で叩き出したゲームでもあった。世の中では第一印象は大事とよく言うが、しかしまさかゲームでもそういった部分が重要になるとはびっくりである。
トイ、よく来たの。それにお前さんもまだいるの。覗き込んでボタンを押しちゃる。たくさんのユーザーが触れたことにより、クリア率が一気に下がった PS4 ゲーム、テラウェイ。かなり遠い。この先の木々が力になってくれる。じゃがまずは彼らを助けよう。スクラッピーを退治するのじゃ。光と色をもたらし、音楽を奏でよ。今作はプレイヤーとお手紙の形をしたキャラクターがいくつもの苦境を共に乗り越えていくゲームなのだが、しかしその PS4 にはそぐわない雰囲気からか、このゲームのクリア率はなんと7%。を叩き出してしまった。雰囲気は抜群で、最後の最後はちょっぴりうるっとくる展開であったにもかかわらず、このクリア率。理由としては、今作は PS プラスで一時期無料で配布されていたので、それが最もな要因であるような気はしたが、ただその他にも今作は操作面が特徴的であったため、そういった部分でもクリア率の低さに影響を与えたかもしれない。グロゴアゲームが流行る昨今で、これをクリアしたプレイヤーは間違いなく、心が綺麗な人だ。どういうことなの？ねえ。こういうことみたいだ、水木くん。その単調さからか、ほとんどのプレイヤーが序盤で手放したゲームといえば、これ、秋バーズビート。だよな。朝日くん、我々は諸君らと出会えて楽しかった。団長。今作はバカゲーとして流行った秋バズトリップと同じ系列のゲームとして PS4 で発売したゲームなのだが、しかしその単調さが不幸を呼んだか、今作はなんと驚異のゲームクリア率 4.8%。と叩き出してしまった。チャプター1の時点では 44% もあったクリア率も、チャプター2ではその半分近くの 25% に減り、そしてチャプター3の時点ではなんと 16% にもなった今作。一応今作も発売後すぐに PS プラスで無料配布されたゲームではあったが、しかしそれにしてもひどいありさまである。前作シリーズの秋バーズトリップ2は PS プラスで無料配信されたにもかかわらず、クリア率は 22% もあったのだが、しかし今作はそれをはるかに超える凋落ぶり。理由はおそらくあまりにも単調な演出や攻略が長く続いたのが原因だとは思っているが、しかし本当のところはわからずじめ。個人的にはペルソナのような感覚はそれなりに楽しめたが、しかしほとんどの人からすると今作はどうしても劣化作品に見えたようだ。難しいからではなく、やる気が出ないからクリアできない。そんな辛い終わり方、嫌だ。ということで今回はここまで。プラチナ。それではまた。